今回はソニーの新作レンズ FE24-50mmF2.8G を紹介していきます。フルサイズ用の G レンズでは初となる F2.8 投資のズームレンズです。標準ズームといったら 24-70mm が一般的ですけれども、このレンズは望遠端を 50mm とすることで大口径ながら小型軽量を実現しております。手軽に大口径ズームを持ち歩きたいというユーザーにぴったりの一本です。まず見た目ですね。大口径のズームレンズですけれども、非常にコンパクトに仕上がっております。レンズの長さも10センチ弱ということで、このように手に持っても手のひらサイズのサイズ感になっており、普段使いにぴったりです。特にですね、今回使用したこちら α7C のシリーズですね、こちらとの組み合わせが本当にベストマッチです。F2.8 投資のズームレンズといったら、ソニーだったら GM レンズが思い浮かびますけれども、性能が良い分大きくて重くてボディが小さいこの α7C のシリーズだと少しバランスが悪い感じがするんですけれども、今回の 24-50mm は F2.8 投資でもこのサイズですから快適に撮影することができました。こちらレンズの重さは 440g、 そして今回使用した α7CR のボディが 515g ということで、1kg を切る軽さで大口径ズームが使えてしまうという組み合わせです。加えて高画素機の α7CR なら APS-C クロップを使っても十分な画素数を確保できるので、望遠端 50mm のこのレンズでもクロップを使えば 75mm 相当で撮影することができます。実質 24mm から 75mm で使うことができるので、 50mm で焦点距離が足りないという心配もなくなりますね。そのようにクロップして使うことも考えると、今回使ったこの α7CR との組み合わせですね、抜群にいいと感じました。操作する部分としては、レンズの先端からフォーカスリング、ズームリング、そして絞りリングですね。使ってみるとフォーカスリングはちょっと操作感が軽いかなという印象です。個人的には絞り優先モードで撮影することが多いので、このレンズに絞りリングがついているのは非常に嬉しいポイントです。絞りリングはクリックのオンオフを切り替えることもできます。この小さい鏡頭にですね、3つのリングを搭載したことで、一つ一つのリングは結構幅が狭めです。ズームするときに親指がリングからはみ出てしまうような幅なので、ここがですね、もうちょっと幅広だったら嬉しかったなというふうに思います。ズームしていくと広角側でレンズが伸びるような作りとなっております。もちろんフォーカスホールドボタンや AF/MF の切り替えスイッチも搭載されております。非常に小型なレンズですけれども、必要な機能はしっかり詰め込まれていますね。またレンズに手ブレ補正は搭載されていないので、ボディ側の手ブレ補正に頼る形となります。この α7CR を含めて α のフルサイズ機は基本ボディ内手ブレ補正が搭載されていますので、今回も手ブレを気にすることなく快適に撮影を楽しめました。もう一つ特筆すべきが近接撮影の性能です。最短撮影距離が広角端で 0.19m、 つまり 19cm ということで、こちらテーブルの上に置いたレンズキャップにフォーカスしていくと、このぐらいの距離まで寄って撮影することができます。このようにかなり近接して撮影することができます。パッと構えてテーブルの上のものが撮れてしまうので、旅先の料理を撮るなどテーブルフォトでもストレスなく撮影できるのが嬉しいですね。ここからは作例を見ながらこのレンズの写りを解説していきたいと思います。まず画角としては 24-50mm ということで、驚くような広角や望遠の写真はもちろん撮れないですが、日常や旅先を自然に切り取るような使い方には最適です。個人的には 50mm 単焦点のような気分で望遠側をメインに使って、たまに広く撮りたいシーンで広角側にズームするような使い方が合うと感じました。またズーム全域で開放 F2.8 ですので、大口径ならではの豊かな背景ボケも楽しめます。ふわっと美しくボケて被写体を際立たせることができますね。しかも開放で撮影してもピント面はシャープに描き出してくれました。 G レンズとあって高い解像力を感じることができます。しかも絞り開放で周辺原稿が起こらない点も好印象です。開放で撮ってもこういった春の明るい雰囲気を損なわず、画面端までクリアな絵作りができますね。玉ボケもこのような感じで表現できました。画面周辺だと玉ボケがレモン型になりますが、キラキラした光の様子を美しく描き出していると思います。これも開放 F2.8 だからこその表現ですね。絞り羽は11枚ということで、絞ってみると22本の工場が現れます。こちらは F22 まで絞って撮影しましたが、
木々の隙間から差し込む光をトゲトゲとした光上で表現することができました。最短撮影距離は広角端で19センチ。春らしいタンポポに寄っていくと、ここまで近接して撮影することができました。ぐっと近づいて撮影できるので、寄れずにストレスになるということはありません。ちなみに望遠端だと最短撮影距離は30センチということで、ここまで寄って撮影することができます。座ったままでもちょっと体を引けばテーブルフォトも撮影できる距離感だと思います。最大撮影倍率は 0.3 倍。絞り開放の近接撮影でも描写が甘くなることなく、タンポポの細かい綿毛もこのようにしっかり改造していることがわかります。タンポポの輪郭に向かってのボケ感も非常に自然で心地よい印象です。このレンズは2機のリニアモーターが搭載されており、このようにスムーズな AF が可能です。α9-3 の120コマ連写にも対応しており、ボディの高速性能を損なうことなく使えるレンズとなっております。最後にフォーカスブリージングをテストしました。どうでしょうか？ピント位置が手前、奥と切り替わった時に若干画角が変わるような印象です。α シリーズのブリージング補正機能に対応しているので、気になるときはそちらを活用すると良さそうです。ということで、ソニーの標準ズームレンズ FE2450mm F2.8G を紹介していきました。やはり大口径ズームをこれだけ気軽に持ち歩けるのは大きな魅力ですよね。幅広い撮影シーンをカバーできる標準画角ということで、普段からつけっぱなしにしていろいろな撮影に持ち出したくなると思います。F2.8 投資のズームレンズといったら GM レンズが憧れますけれども、やはり金額面でネックなところはあるので、同じ F2.8 投資でも GM レンズよりも手に入れやすい価格というところも魅力の一つです。今回試したように α7C のシリーズをお使いのユーザーにぜひ一度使ってみてほしいレンズとなっております。カメラのキタムラでは不要になったカメラ、レンズの下取りも行っておりますので、商品購入の際はぜひ合わせてご利用ください。